サギの花 VS 多発性筋炎、薬ゼロになるまで。前回は検査まみれの入院初日でしたが、今回はいよいよ治療編です。入院2日目、この日から本格的な治療がスタートしました。血液検査で心臓の筋肉の値も高かったけど、心臓痛い時ある？時々痛い時あります。じゃあ早く治療を始めないと。あと1ヶ月来るのが遅かったら大変なことになってたかも。それってもしかして死んでたかもってこと？怖い。というわけでプレドニゾロン 50mg を朝と夜の2回に分けて服用した後、ドーンとステロイド治療が始まりました。ステロイドってざっくり言うと免疫の働きを弱めて炎症を抑える薬なんです。多発性筋炎みたいに免疫が筋肉を攻撃しちゃう病気では、この薬が免疫細胞の一部を減らして攻撃しないようにする感じです。母も呼ばれて主治医から薬の詳しい説明を受けました。とその前にちょっとした前日談を。2話で出てきた筋生検が1時間もかかったから、入院初日の夜母に電話して愚痴ったんです。もう大変だった。1時間も同じ姿勢で足がしびれるし、動けないから途中で本当にきつかった。正直もっと早く終わらせてほしかったよって思いっきり母に愚痴りました。私はすっきりして、まあ終わった話と思ってたんですが、次の日、母も薬の説明で病院に来てくれた時、なんと母が主治医に一言。昨日の筋生検、1時間もかかったそうですね。まさかのクレーム？私心の中でやめてって叫びました。先生、明らかにイラッとしてたし。そういえばうちの母って面と向かってはっきり言うタイプだった。忘れてた。母、今後の主治医との関係性どうしてくれるのって内心大パニック。多分母は私の愚痴を聞いてもやもやしたまま来ちゃったんでしょうね。ありがたいけど、あの時は本当にヒヤヒヤしました。そんなハプニングもありつつ、ここから本題の薬の説明が始まりました。ステロイドを長く飲み続けるとね、副腎がもうステロイドホルモン出さなくていいやってサボっちゃうんです。副腎がサボる？そんなことあるんですか？あるんです。体の中でもともと作ってるホルモンと同じ成分だから、外から入るともう作らなくていいやってなっちゃうんです。なるほど。体が楽しちゃう感じなんですね。そうそう。でもそれが問題で、薬を急にやめると副腎がまだ休んでるから自分でホルモンを出せないんです。その結果、ホルモンが足りなくなって血圧が下がったり意識を失うこともあります。だからステロイド薬を減らすときは、副腎がまた自分で働けるように少しずつ時間をかけて減らしていきます。なので必ず指示通りに毎日きちんと飲んでくださいね。これって飲み始めたらもう後戻りできないやつ？あと、副作用で多くの人に出るのがムーンフェイスです。顔に脂肪が集まってきてパンパンになります。顔パンパン？いや、オーバーに言ってるだけだよね。特に若い女性はそれが嫌で勝手に薬をやめて倒れて救急車で運ばれてくる人もいます。絶対に自己判断でやめないように。いやでも怖すぎません？薬忘れず飲むしかないじゃんって感じでした。最初の 2,3 日は目の下が少し赤くなるくらいで特に異常なし。あれ？ステロイドってもっとやばい薬じゃなかったっけ？なんて先生ちょっと大げさなんじゃと思ってました。でも効果は抜群。服用前は CPK2755 だったのが5日後には708まで下がりました。優秀すぎません？ステロイド様々。当時の私は病気のことも薬のこともよく分かってなかったので、この調子ならすぐ治るじゃんとすっかりお気楽モードで、勢い余って先生に言いました。そろそろ退院したいんですけどって。本当は他の人のブログでステロイドが 30mg 以下にならないと退院できないと読んでたんですけど、まさかの一発 OK？
いいの？どうやらこの病院では退院基準が薬の量ではなく CPK が1000以下らしく、数値が下がってた私はまさかの退院許可。こうして私は入院から8日目で祝退院。退院日の CPK は549。めっちゃ順調に見えます。でも退院前の説明で主治医からしっかり念を押されました。ステロイド 50mg 服用中というのは免疫力ほぼありません。この状態でインフルエンザにかかったら肺炎を起こして上段向きで命に関わります。通院以外は外出もしないでください。いや、脅し方怖っ。さらに主治医からしばらくは仕事も休んでください。2ヶ月は休職が必要です。診断書も出しておきますね。つまり私は自宅療養イコールほぼ外出禁止生活に突入。看護師さんからはテピカジェルとマスクを渡され、外に出るなら装備を整えてくださいねと指導されました。その時の私は、なんか大変な薬を飲んでるっぽいけど、まあ平気でしょうくらいにしか思ってませんでした。でも退院後、私はすぐにステロイドの本当の怖さを思い知ることになります。副作用が辛すぎて2週間ごとの外来で毎回こう言ってました。先生、ステロイド減らしてくださいって。でもこの薬、そんなに簡単には減らせないんです。病気のコントロールが難しくて、急に減らすと症状がぶり返しちゃうこともあるらしくて、だから少しずつ様子を見ながら慎重に減らしていくしかないみたいです。ということで次回、ステロイド副作用との戦い編。よかったらぜひ続きも見てください。